皆様こんにちは。神戸街中散歩高谷でございます。私は今現在元町にあります花熊公園に来ております。こちらのね花熊公園、こんな感じの公園でございまして、石垣のねあるところでお城の跡なんですね。で、花熊城というお城があったんですが、そちらがですね、戦国時代織田信長に仕えておりました荒木村重という武将がね治めていたお城の跡ですね。で、今回は以前ね、行ってまいりました元町のねカレーが熱いということで行ってまいりました、神戸キーマカレー元町通り3丁目というお店ですね。今現在どのようになっているかというのをね、確認しに行きたいと思います。でね、今現在カレー屋さんもね結構厳しい状態で、何もかもね光熱費が高くなっているのと、お米もね約倍近くなってきているので、カレー屋さんがねどんどんなくなっていってるということで、今回ね一番気になってた神戸元町通り3丁目というお店をね見に行きたいと思います。で、このすぐ近くなので、ここからね向かっていきたいと思います。それでは元気よく参りましょう。こちらにはエレベーターは設置しておりません。はい、これからね向かいます、神戸キーマカレー元町通り3丁目というお店はですね、の一番の近くの駅がこの阪急神戸高速鉄道の花熊駅なので、こちらからねお店の方に向かっていきたいと思います。こちらがね東改札口ですね。で、花熊駅は東改札口と西改札口があるんですけどもね、それではお店の方に向かっていきたいと思います。こちらねなんか変なものありますけども、こちらね、電車が通るところのね、空気の抜け穴ですね。で、ここから約、3分ほど歩いていったところですかね。3分もうちょっとあるのかな、5分ぐらいあるのかな。このねこれ JR なんですけども、 JR の高架下ね、昔は元港といってね、懐かしい、商店街があったんですけども、今現在ね地震対策でね、工事をしておりまして、かなりねガラガラの状態になってございます。はい、前の方に向かっていきましたら、目の前ね石垣がありまして、車出てきたんですけども、こちらがね花熊公園駐車場ということなんですけども、この上がね花熊公園なんですね。で、花熊公園なんですけども、なんか石垣のようにお城のように見えるんですけども、こちらがね戦国時代織田信長に仕えておりました荒木村重公のね治めていたお城の跡ですね。こちらがね、摂津の国というね戦国時代ですね、そのように呼ばれていた場所でございます。ちょっとねのんびり歩いてますけれども、ちょっとね入り口のところまでね早足で参りましょうかね。はい、こちらが花熊公園の入り口でございますね。で、公園の一番上の方、お城の方にやってまいりました。こんな感じのお城というかね公園ですね。奥が天守閣のあったところですかね。で、今 JR のね新快速が目の前をね通過してまいりますね。はい、それではね下に戻りまして、お店の方に向かっていきたいと思います。で、お店はね、道路の向かい側なんで横断歩道を渡って、海側の方へね降りていきたいと思います。落書きだらけですね、この辺ね。で、目の前ね、秋とというお菓子屋さんがあります。このねスイーツ店結構有名なんですね。で、バイク屋さんがありまして、降りてまいりましたらね、カレー屋さんが見えてまいりました。
ああいうのもね、上りがあるんで、この上りね、キーマ神戸キーマカレー元町通り3丁目となってますね。はい、でね、こちら、看板がありまして、キーマカレー750円となってますね。なんかね、看板の色あせ具合が時間が経ったのかなというのを思わせますね。で、値段のところだけね、色変わってるということは値段が変わったということなんでしょうね。で、こちら元町通り、3丁目というお店なんですけれども、今現在からね、遡ることを約3年前ですかね、3年半ぐらい前からなのかな、こちらのね、お店の方にやってまいりました。その当時のね、様子を振り返っていきたいと思います。はい、3年前のね、様子を振り返っていきます。この当時はね、商店街の方、元町駅の方からね、商店街を通ってこちらの方にやってまいりました。こちらね、まだね、看板がしっかりしてますね。キーマカレー650円でなってますね。この当時まだ650円になったんですね。ということは、今現在で100円しか上がってないんですね。お久しぶりです。はい、それではね、現在に戻ってまいります。でね、先ほど、3年前の様子ありましたけれども、3年前と比べてね、100円しか値段上がってないんですね。他のお店はね、もう200円とか300円とか値上がりしたりね、お店がなくなっちゃったりしてましたけどもね。はい、ここはカレーはこの1種類だけでございます。あとね、トッピングなどはありますけどもね。いただきます。これからね、美味しくいただきたいと思います。まずね、福神漬けを置きます。こちらをね、薬味は福神漬けだけでございます。で、この映像に載っているスープは、無料でついてまいります。スープだったりサラダだったりするんですけれどもね。昨日の夜地震あったじゃないですか。で、30年ぐらい前の神戸の震災と同じような感じやったんで、揺れ方がいきなりドンと来てすぐ収まるっていう。だから今回どうなるかなとかもね、ドキドキしながら次の日待ってましたけど、なんともなく、はい、ここのお店の方っていうのがね、結構気さくで話しやすい方なんですね。はい、そうしましたらね、目の前にあるスプーンを取りまして美味しくいただきたいと思います。で、こちらのカレーなんですけども、キーマカレーということでひき肉なんですね。で、カレーにね、結構うまみがあるんですが、お店の方にね伺うと、野菜がねかなり溶け込んでいるそうで、野菜のうまみっていうのがねしっかり溶け込んでいるようですね。あと、最初はね、若干甘いというかね、うまみがくるんですけども、後でね辛さがピリッとくる感じですね。で、ご飯とかね、もちょうどいい硬さで本当にね美味しかったですね。で、このスープがね本当に美味しいんですよね。このスープはね、白菜とね、これはなんだかな、結構ねお肉のうまみがこちらのねスープにも出てたような気がします。私ねバカ舌なんで、料理の味っていうのはあんまりよくわからないんですよね。だから食レポとかも大の苦手でね、もうどうしようもないっていう感じなんですけどもね。ねえ、わ、このスープ美味しい。いやー、朝晩はまだ寒いですからね。こちらのお店はね、以前来た時も12月だったと思うんで、当時もねスープでしたね。で、冬の寒い間はスープが出していただけて、夏とかはねサラダとかが出てまいります。
結構ね、お店の方も考えられて、どうやったらね、カレーをね、美味しくいただけるかというのをね、見ていただけるような感じですね。でね、カレーをね、どんどんと食べ進めております。で、この後ね、結構お店の人とね、話し込んじゃって、ちょっとね、逆に迷惑やったかなってね、ちょっと反省はしております。それではね、さらにね、場面は飛んで、半分以上ね、食べ進めるところからまたね、お送りしてまいります。でね、以前のね、パルフェさんでも、コメントしましたけれども、他のカレー屋さんでね、これだけね、光熱費とかご飯とか値段上がってしまったんで、カレーとかがね、もう本当にね、お皿に、結構色ついてるというぐらいね、薄くカレーが入って、ご飯もちょろっと入ってて、値段そのままっていうね、もう値段はそんな変わらないけど、量が減ってるっていうね、そういう値上げっていうのも結構カレー屋さんにはあったりするんですけども、こちらのお店はね、ご飯はね、一膳ちょっとですかね。で、カレーもしっかりたっぷり入ってるんで、最後までね、カレーが足りなくなるっていうことはなかったですね。で、結構ね、スプーンに乗ったままじっとしますけど、これね、お店の人と話し込んじゃってるんですね。ちょっと反省という感じですね。はい、それではね、さらに食べ進めてまいりましょう。で、これね、結構食べていってるんですけども、なかなかとね、カレーが減っていかないんですよね。というのも、喋りすぎてるんですね。で、ここのね、カレーがね、ちょっとね、食べた後ぐらいからね、ピリッとくるんで、私自身がね、辛さがそんなに苦手ではないんですけども、このピリッとくる感じで、あまり一気に食べるっていうことができなくって、とてもね、カレー自体は美味しいんで、味わいながら食べてるというと、聞こえはいいんですけどもね。で、最後ね、このスープを最後までね、美味しくいただきたいと思いますね。で、これね、最後、スープを最後までね、美味しくいただいてます。でね、スープの中に白菜とかいろんな野菜が入っているんで、スプーンでね、すくいながらスープをね、飲むというよりスープを食べるという感覚ですかね。こちら、こじんまりしたお店で、テーブル席が1席と、カウンターがね、6席ぐらいあったんですかね。で、こちらのお店なんですが、最初ね、入る時にも申し上げましたが、3年前と比べてね、カレーの値段が100円しか上がっておりません。結構ね、企業努力して頑張ってられて、でね、カレーの味もほとんど変わってなかったですね。で、トッピングはね、結構エビフライとか、いろんなね、トッピングが、増えてはおりましたね。そのあたりはちょっとびっくりしましたけどもね。お店の方曰く、こちらはね、一人でやってられるので、値段がね、上げずに頑張ってられるということですね。他のね、お店はね、従業員がいるので、従業員をね、養うためにどうしてもね、値段上げざるを得ないということなのかなということは、お店の方とね、一緒にお話をしてまいりましたね。で、こちら目の前にあるんですけども、現金のね、お支払いの他に PayPay で支払うことができます。クレジットもいけたとは思うんですけども、ちょっと詳しくは覚えてないです。ごめんなさい。で、こちらのお店ね、レシートが出ないので、レシートとかね、どれぐらいの値段食べたかっていうのを記録したいのであれば、PayPay とか、あとクレジットとかね、そういう決済を選んだ方がいいかと思います。それではね、美味しくいただいたんでお店をね、後にしたいんですけども、たまにこちらね、食べ終わってまだね、お腹空いているかなという時はね、おかわりとかね、できたりもしますんで、そのあたりまたお店の方とね、相談してみてください。
値段かかるかどうかっていうのは私ね、こちらでおかわりしたことがないんで、はっきりしたことは言えないんですが、値段変わらなかったような気がします。はい、それではね、美味しくいただいたんで、そろそろお邪魔したいと思い、お邪魔じゃないわ、おいとまをしたいと思います。そうしましたらね、今現在、支払いのための携帯ね、PayPay の画面を立ち上げてます。携帯がね、かなり重たくなっちゃって、画面が全然立ち上がらないんですよね。携帯のゲームやりすぎだろうっていう感じはあるんですけれども、でこちらね、お店の方に PayPay の、ね、支払いの手続きをして、値段をね、引きまして、支払いを済ませたところでございます。でこちらね、平日の朝11時30分から、夜の、19時、夜の7時まで営業をしているという感じですね。で日曜だけお休みのようです。はい、今回は、神戸元町はカレーが熱いということで、神戸元町にあります神戸キーマカレー元町3丁目通りというお店を、お送りしてまいりました。結構ね、頑張ってやられてね、100円しか上がってないということですね。今回の動画良かったと思っていただきましたら、チャンネル登録と高評価、グッドボタンですね。あと、コメントなどをいただけましたら、今後の動画作成の励みとなりますので、またね、何でも構いません。頑張ってでもね、ちょっとこれはまずいなとか、そういうことでも構いませんので、そういうね、コメントでいただきまして大変嬉しいです。そうしましたら、また皆様と次回お会いできることを願いまして、さようなら。